ちは、インドカレー主婦です。今日はベジカレーのお供、プリを作ります。プリは、チャパティを油で揚げるといった違いですが、油で揚げると食感も変わってちょっとリッチな味になります。サブジ好きの方はぜひお試しください。おすすめです。では、早速材料を準備していきますね。使用する粉はチャパティと同じで、アタ、全粒粉を使います。300cc のカップ、1カップ分のアタで、約7から10枚のプリが出来上がります。次に塩、2つまみと油を少々加えます。作る人によっては、塩と油は入れず、アタと水だけで作る人もいますが、塩と油を加えるとサクッとした食感になるので、私は好んで加えています。ちなみに今回はオリーブオイルを使用していますが、使用する油はどんな油でも大丈夫です。水を加える前に、油と塩がアタ全体に馴染むように指先を使いすり合わせていきます。続いて水を加えます。水の量は季節や使用するアタによっても多少変わりますが、基本はアタの量の半分、1/2分の1カップを使用すると、ほとんど失敗がないかと思います。水は一度に加えず、少量ずつ加えては混ぜを繰り返します。全体をこねてひとまとまりになったら、生地の表面に軽く水を振り、ラップをかぶせて20分ほど常温で休ませます。休ませた生地を全体的にもう一度こねます。ここで本場のプリのワンポイントアドバイス。プリの生地はチャパティより小さく伸ばします。チャパティの大きさは指先含めて広げた片手サイズですが、プリは手のひらプラス第2関節までの大きさの円、直径約12センチに伸ばします。綺麗な丸に伸ばすには、打ち粉をうまく使います。打ち粉も同じアタを使用しています。そして、利き手側にやや重心をかけて伸ばしていきます。私は右利きなので、綿棒の右手側にやや重心を乗せてローリングさせると、生地が半時計回りに回転します。右側を少しずつ伸ばす意識で形成すると綺麗な丸になりますよ。もし、うまく丸くできない方がいらっしゃいましたら、打ち粉をしっかり使って、一度この重心のかけ方にチャレンジしてみると良いかもしれません。基本的なプリの厚さはこのくらいです。4ミリくらいでしょうか。少し厚めに伸ばすことが、油で揚げた時に風船のようにきれいに膨らむコツです。このようにわざと薄く伸ばして、スナックのようにサクサクっとしたクリスピーに仕上げるのも我が家のお気に入りです。プリは基本的にはベジタブルのカレーと合わせて食べます。シンプルにアチャールをつけて食べたり、じゃがいものサブジと食べるときは食べ応えのある、厚めに伸ばした生地にしています。反対に、チャナのカレーをスナックのように、おやつ感覚で食べたいときは、薄く伸ばしてサクサク食感に仕上げるのが我が家の食べ方です。生地の厚さで食感も変わるので、皆様もいろいろ試してみてくださいね。いよいよ最後の工程です。油をしっかり温めた中に、伸ばした生地を入れます。少し生地が膨らんできたら、トングで生地をタップするように、生地の表面に油が触れるように揺らします。ふわーっと膨らんでくるので、生地を裏返します。側面にも油が触れるように優しくトングでタップして、全体が綺麗なきつね色になったら油から揚げると、プリの完成です。生地が油をたくさん吸うので、少し油の質が気になるところでもあります。私はカラッと揚がる米油を気に入って使用しています。また、どんどん揚げていくために先に生地を全部伸ばしてから揚げる工程に移ると、効率よく調理できるかと思います。そして、プリは食べる直前に揚げて、できるだけ温かいうちにいただきます。よかったらご参考にしてくださいね。厚めに伸ばして揚げたプリは、シンプルにグリーンチリのアチャールとライター、ヨーグルトと一緒にいただこうと思います。ちょっと実際にインド人が右手だけで器用に食べる姿をお見せするべく、今回はインド人夫くんに食べてもらいました。こんな感じです。プリをちぎるのも右手だけでちぎるんですよ。油で揚げたプリ。
直火で焼くチャパティ。フライパンで焼くナン。具を包んだパラタ。これで粉物の北インドの主食はほぼコンプリートです。ここまで作れるようになった画面の向こう側のあなた。そう。あなたです。もうインド2ですね。いつでもインドへお嫁に行けるでしょう。わら。これで日本人妻がインド人夫のために作るプリレシピは完。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもお気軽にお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。